はい、こんにちは。山下夏実です。今回は直近の朝練の映像をまとめていきました。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。朝練、普段から配信もね、つけながら行っていますが、とりあえずね、しっかり、どういう波でも、毎日は、可能な限り毎日、しっかりね、練習するような感じで、っていうのも、やっぱり毎日やっておくといろんな波で練習ができるので、例えば大会になった時にすぐに対応しやすくなるっていうのがやっぱ大きいですね。いろんな波でもいい悪い関係なくしっかり練習を行うことで、確実にどの波にも対応できるようになるんじゃないかなっていうふうに思います。今流れてる映像の日とかね、比較的直近でも、難しいながらに、スキムは良かった部類な方なんじゃないかな、朝練としては。サイズもそこそこあって、このフロントサイズとかもいい感じだし、あとはしっかりポイントを動きながらやるっていうのも大事だね。この辺とか巻き甘い、巻きが早いみたいなのがね、混在してる波なんだけど、こういう風にそういった時にどのように合わせるかっていうのも考えながらやるといいんじゃないかな。常にうまく対応する、これとかはしっかりいいですね。ずっとラップラインとかフロントが取りにくかったからライナー側に切り替えて今のしっかり乗ってる。これとかはラップが難しいならちょっとフロントのライナーを狙ったりとかね。このバックサイドライナーにね、ナイスライド、こういう感じですね。この辺だからラップ難しいならどう取れば比較的メイク率が上がりそうかっていうのを考えて、いろんなタイミングを確認してる感じです。いいですね、これもしっかりただやるんじゃなくて、どうせやるんだったらいろいろ自分なりに微調整を行いながらやるといいんじゃないかな。これとかいいじゃないですか。クイックターンでまかない波だけどあえてクイックターンでしっかり下で切り切る。これいいですね。ナイスライド、ベストライドか。軌道修正もして完璧な位置で回せてたからね。しっかりね、その辺意識していろいろ試していくことでやっぱり自分の、成長にもなるんで、こういう波の時はどこを意識すれば自分なりのそのメイク率が上がるかっていうのも考えられるようになるんでね、体感的な感じでなんとなくでもコツが分かればいいんじゃないかな。自分なりのやりやすいイメージであったりとかやり方であったりとか、これとかもいいですね。ナイスフロントサイド、ついに取りましたね、ライナー。これ今のライナーもかなり良かったんじゃないかな。これとかはちょっと難しいかな。これは難しいがパンピング踏んでライナー側少し前出たかったね。ギリギリ加速ができてなかったから出れなかった感じ。そしてこれはちょっと早めに出てアウト狙い、いいですね。僕とかは特にこのちょっと取れないんじゃねぐらいなタイミングですね。悪く言えばちょっと無謀なタイミングと言いますか、よく言えばチャレンジ、僕はチャレンジっていうようにしてるんですけど、そういうチャレンジのタイミングであったりとか波に行くっていうのも大事ですね。ただ波サイズがただでかいやつにチャレンジとかすると初中級者の人とかはね、その辺怪我する可能性もあるんで、中級者の人とかが
やれるといいかな。中上級者が怪我しない程度に。この辺とかもポイント移動していろんな波質でやってますけど、その辺もねちゃんと考えながら練習できるといいかな。この人がもう全然波がないというかドフラット、完全にもうかなり厳しかった日なんですけど、それでも、そういう厳しい波でもどうやって取れるか、どうやって合わせていくのかっていうのも考えながらね、僕は練習するようにします。まかない、小波、ペライとかね、いろいろありますけど、この人が特にねかなり難しかったから、そういう時意識するのはテイクオフとか普段雑になりやすいところですね。どうしてもターンとかの意識の方が強くなっちゃうんですけど、そういう風に波がない時とかはより普段気にしないところとかもね気にしながら練習するようにいいんじゃないか、した方がいいんじゃないかな。本当にスキムとかがダメだったら僕の場合はサーフィンとかで、また別のイメージ練習をする感じにするようにしてます。こんな感じで、直近の朝練の映像を使いながら、普段僕が朝練の時に、意識ですね、意識を喋ってきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。